伊藤さん、はい、今日はですね、ジンの中からはい、ブルーダイヤルはい、を全部今店頭にあるブルーダイヤルを集めてみました。集まりましたね。集まりましたね。こんなにいっぱいあるって。1、2、3、4、5、6、7、8本8本ですよね。集まりましたね。びっくりしました。こんなにあると思わなくて。こんなにあるんですね。はい。で、まず売れ筋のはい、何ですか。これ556IB ですね。これ 38.5 ミリ、直径が 38.5 ミリ、厚さ11ミリ、文字盤が3例仕上げですね。はい。3例仕上げ、太陽光線、中心から放射線状に光が輝くような、そんな感じですかね。綺麗なブルーですね。綺麗ですよね。はい。はい、こちら104 STSAIB ですね。はい。はい。これも3例仕上げですね。はい。本当に綺麗な3例仕上げ。はい。人気ありますよね。そうですね。これインスタで私フォローしてる方がこれのブレスレットバージョンをよくアップしてくださってて、いつも綺麗なブルー、なんか濃いブルー、ネイビーブルーだなと思っていつもいいねをしてます。これ本当に綺麗なんですよね。はい、104、はい、直径41ミリ、厚さが 11.9 ミリ、はい、非常に装着感いいと思います。はい、はい、そして358SA フリーガー、はい、BE ですね。BE、はい、はい、直径42ミリ、厚さが15ミリだったかな。15ミリ、はい、これも3例仕上げですね。これはちょっとまたブルーの感じが違います。ブルーの感じがちょっと違いますね。それぞれブルーはブルーなんですけど、若干少しずつ色が違います。はい。ちょっと明るめな気がしますね。はい。とても人気の高いブルーですね、これ。インデックスがベージュアイボリーなので、その対比が綺麗なモデルですね。結構ジンの場合、ブルー文字盤にインデックスやはりアイボリーカラー多いですね。多いですね。はい。それから伊藤さんの大好きな、はい、6060B ですね。はい。はい。伊藤さんが今はめてる6060のブルーバージョン。ブルーバージョン。はい。今年の新作ですね。はい。はい。直径 38.5 ミリ、厚さが12ミリでシースルーバッグですね。本当に綺麗ですね、これね。そうですね。はい。この間もね、来ていただいたお客さんが買うつもりなかったのに。そうですね。買ってしまったというか、買っていただいてありがとうございました。その説は。はい。その時は6068B の方でしたけれども。よりシンプルなタイプの、はい、ブルー文字盤ですね。はい、ありがとうございます。それからこれ非常に珍しい 240STGZ タイドメーター付き、潮の満ち引きが分かるタイドメーターがついてる、インナーベゼルで回すタイプですね。はい。これもブルーなんですよね。これもブルーなんですね。濃いブルーですね。本当によく言われないと気づかないぐらいの濃いダークブルー。これ3例仕上げではなくてマットブルーですね。非常に濃いネイビーブルーですかね。マット仕上げのブルー。そっか、これもブルー文字盤ですね。そうです。このなんていうんですかね、プラスチックなクッション型というか、このケースの形状がすごい可愛いですよね。はいはい。ちょっとレトロ感あっていいですね。そうですね。はい。そして伊藤さんの方にあるのが、はい、U1 ですね。U1B。反対じゃないですか。ごめんなさい。U1B です。U1B。はい。直径が44ミリ、はい、厚さが 14.7 ミリ。14.7 ミリ。で一番の特徴はですね、時計ケースと回転ベゼルとリューズに使用されている素材がドイツの最新鋭の潜水艦 U ボートスチールを、時計ケース、回転ベゼル、リューズに使用しています。非常に海水耐性が強くて、当然ですね、潜水艦の鋼鉄なので、はい、錆びにくいっていう形ですよね。で1000メーター防水、はい、で硬さもあると、はい、非常に硬いんですね、素材が。はい、でこれもマットブルーですね。このブルーがまた面白いブルーですよね、ちょっと。
マットなブルー、マットな中にちょっとなんていうか、ちょっと光ってる感じが、そうですね、はい、でブレスレットもシリコンベルトもブルーですね、はい、はい、お揃いで。でこれをお買い上げいただいた方でブルーのシリコン使いながらも時期によって白いシリコンベルトに付け替える方もいらっしゃいますね。はい、ブルーとホワイトで合いますよね。はい、こちらも人気高いです。はい、可愛いと思います。素敵だと思います。はい、そしてこちら、はい、こちらは206アークティス2ですね。はい。これもともと1999年だったかな、203アークティスっていうダイバーズクロノグラフがあったんですけれども、はい、それから20年経った2019年に直径がですね、当時は41ミリ、これが43ミリ、直径を大きくして再現したというかですね、当時はこれプッシュボタン、ロック記号がついて回さないと、プッシュボタンを押せなかったんですけれども、当時の203アークティスっていうのが素晴らしいダイバーズクロノグラフだったので、デザインをそのまま残してそのまま水中で押し込むことができるすごい時計なんですね。300m防水、はい、でこれも3例仕上げのブルー文字盤ですね。そうですね、この中では多分明るい方のブルーだと思いますね。ブルー文字盤の中でも明るい方で、水中でプッシュボタンが押せるっていうすごく機能が高いモデルになりますね。そうですね。でジンの特殊オイルマイナス、ジンの特殊オイルで66228っていう特殊オイルがあるんですけど、これ使用しているモデルはマイナス45度からプラス80度の温度域で正確に時を刻みますね。はい、通常マイナス45度っていうと、潤滑オイル固着して時計止まっちゃうんですけど、これは大丈夫です。はい、で裏蓋が透けてますね。こちらシースルーバッグになってます。300m防水ですね。300m防水、はい、すごいですね。すごい、はい、大好き。かっこいいですよね。これまたポリッシュ仕上げがまたかっこいいかなと思いますね。これシリコンのベルトがついてますけど、はい、先日ブレスレット仕様のやつが売れてしまったので、今日はちょっとシリコンの方でご紹介してます。はい、ブレス仕様もあります。ありますね。はい。で最後の8本目、はい、こちら903 ST オート BE になります。 ST オート BE、はい、ブルー B はブルー E は象牙のエボニー、英語で言うとエボニーの E ですね。象牙の、はい、象牙色、エレファント、はい、エレファントゾウさんインデックスが文字盤がブルーで、インデックスがアイボリー、象牙色っていう形で BE っていう、これよく見ないと、はい、本当に濃いブルーなんですね。なんていうんですか、ネイビーブルーっていうか、日本語で言うと群青色っていうんですかね。群青色っていう感じしますね。本当に渋いブルー、濃いブルーですね。はい、でそこにその象牙色アイボリーのインデックスとか針がものすごくベストマッチな感じがするんですよね。そうですね、かっこいいですよね。で直径が41ミリ、はい、厚さが14.5ミリでシースルーバッグですね。そうですね。でこれコラムホイール式なので後でお見せしますけど、ここに青色に輝いてる、これコラムホイール式のクロノグラフの機構ですね。はい、はい、とりあえず今8モデル、はい、ご紹介したんですけど、基本的にブラック文字盤が多いジンなんですけれども、こういった青い文字盤が出るとやはりお客さんの目を引いて非常に人気の高いモデルへと変わっていくんですね。ちなみに伊藤さん、この中でどれ一番好きですか？でもすごく使いやすそうで556のブルーが好きですね。556のブルー、はい、これ私6060持ってるので、こちらの556のブルーがいいかなと思ってます。僕はですね、やはり水中でプッシュボタンが押せるこの206アークティス2ですね。今はめてるのもダイバーズウォッチの U2 2000m 防水なんですけど、これ300m 防水ですけど、
これ文字盤がものすごく綺麗なのに、性能いろんな多岐にわたる、技術が載ってるんですね。AR ドライテクノロジー搭載だったりとか、さっき言いましたマイナス45度からプラス80度の温度域でも、正確に時を刻む。これ僕一番好きですね。はい、ということで今日は、はい、ジンの中からブルーダイヤルのモデルを集めてみました。はい、はい、皆さんはどのブルーがお好きでしょうか。はい、ぜひ、はい、ぜひどうぞぜひお店に来て、そうですね、ご試着いただければと思います。それからですね、今回これモノマガジン TV、はい、これで4回目なんですけれども、はい、ぜひですねモノマガジン TV のチャンネル登録、はい、そしていいね、はい、そしてコメント、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。